どうしましょう。どうしましょう。今日ちょっもうこの辺の内側がもうチリチリなんですよね。とですね。ででもそんな手触りはちょっと湿気が収まってきたので、まだちょっと落ち着いてるんですけど、夏ぐらいまではもうちょっと一回写してもらおうかな。こういう感じですかね。結構カットはついてありますね。6月にちょっと揃えてもらう程度に切った切りで、もうずっと伸ばしっぱなし。仕事上ちょっと広がっちゃうので結んでたんですよ、やっとギリギリで。なるほど。いつも行ってるサロンで6月ぐらいまでかな、結構白髪染めじゃなくてなんていうの、明るく色をした方がいいよっていう感じで、結構キンキンなこんな感じの色だったんですけど。結構キンキンですね。そうなんで、さすがに職場で NG が出て、脱白髪染めみたいなやつですよね、多分。白髪ですね、カラーで徐々に明るくして。白髪染めは使わないで、やっぱ明るいですよね。もう3回目ぐらいにちょっともう NG が出て、で黒くして見なさいと言われて、翌週に大人で怒られた感じ。学生以来で、翌週にいつものサロンに予約入れてたんですけど、間に合わないんで、急遽アンドさんおすすめの弘中さんのところにヘルプで、弘中ですか。ありがとうございます。ちょっとその時にいい感じに入れてもらったんですけど、元がやっぱり明るいからすぐちょっと抜けやすいかもねっていうお話。まあ元が明るいとね、抜けやすいですよね。で今はもうこれホームカラーで。ホームカラー、なるほど、了解です。どうしましょうかね。色はだから明るくできないので落としていいと思うんですけど、癖があるんで、あとちょっとやっぱ隙も入ってるんで四角くなりやすいですね。そうなんですよ。ストレートします？チリチリは治ります。チリチリ直して。ショートを勧められるんですけど、ショートでもいいんですけど、結局わーって一生懸命朝アイロンでやっても頭ものすごい汗かきなんですよ。だからもう一瞬で。じゃあもうそのプラミ押さえちゃいましょう。押さえて綺麗にミディアムレングスというか、今のレングスもう結構いい感じなんで、ちょっとレイヤー入れて気持ちウルフじゃないんだけど、こういうレイヤースタイルっていうのは狙えればいいかなと思います。いいですかね、お任せしまって。お願いします。オッケー。前髪をちょっと。前髪はちょっとなんか自分でチャキチャキ切った。OK です。そんな難しくないと思います。楽になりますんで。はい、よろしくお願いします。はい、後ろお願いします。こういう感じの癖ですね。バーッと風が吹いたりするとそのまま残ってしまう。毛が綺麗に馴染んでいかない感じの癖なんで、ホームカラーされているということと、あと元がすごい多分明るい、脱白髪染めじゃないけど相当なハイトーンだったんで、むしろ金髪に近いぐらいな写真で見るとだったんで、結構ダメージ感溜まってるのと、あとはすごいホームカラーされてることで弾力ある感じもあるんで、ちょっと今日は酸性の宿毛矯正、あとは綺麗に根元綺麗にリトーノで暗めのカラーっていうのにして、さらにメテオでツヤツヤにしましょう。準備します。はい、じゃあ今日は酸性宿毛矯正ですね。で、そんなにレングスが長くないのと、ここら辺毛先の方は結構怖いっちゃ怖いんで、もう根元からここまで薬剤つけて、最後ちょっと伸ばして、そんなに時間を置かずに流そうかなと思います。だから毛先の先はちょっとリスク回避のために少しうねりというか、ちょっとだけざらつきが残るかもしれないですけど、それまでをきれいにすることによって手触りとツヤ感っていうのは表現できるかなと思います。それでもう簡単シンプルですね。アルテマの、リッチ 6.5 システアミンですねにファイマーのスピエラ、1対 10% です。もうささっと塗っちゃいます。よいしょ。よっしゃ、行きましょう。岩崎さん、エクステつけました。今日初めてですか？今日初めてですね。初めて出ます。でも10日、2週間ぐらい経って。もっと経ってます。ちょっと待って。2週間。3週間ぐらい経ってらしいです。この前髪とこの辺から出てるのは自分の毛ですね。この長いのが私じゃない。私じゃない。エクステってシャンプーする時もそのままこのままシャンプーします。ちょっと気使うぐらいですね。よくできてますよね。全然なんか違和感なくね。いいですね。上手なんで。じゃあ塗ってきます。ストレートは久々。ストレートはかけたことがないです。あ、本当ですか。じゃあもうね、楽になります。若い頃はストレートかけたのっていうぐらいストーンっていう髪だったんですけど、目に出てきちゃいますよね、どうしても。そうですね。ちょっとずつ。40代ぐらいから。うねうね。うねうねしてきた。これ酸性の宿毛矯正って言って、普通の宿毛矯正と違って、ちょっと曲がったり柔らかく曲がったりとか、あとはすごいシャキンとしない。よくいますよね。なっちゃってる人なんです。ああはならないんでご安心ください。
ちょっとこのスピエラってさっき言ったんですけど、それを使った宿毛矯正って1個だけ弱点があって、1週間くらい匂いがちょっと取れないんです。そうなんで乾いてる状態だと周りの人に分かるような感じでもないし、自分でも分かんないぐらいなんですけど、濡れるとなんかパーマの匂いするなみたいな。だからお風呂場ですね、お風呂場が臭い感じになるけど、まあ別に残ったりしないんで、1週間ぐらいだと思います。なんか結構裏技で、匂いがどうしてもダメな人はイソジンを頭にかけると匂いが取れるっていう噂があるんですけど。イソジンって髪の毛にいいんですかね。分かんない。分かんない。消えてもなんか髪の毛バシバシになりそう。イソジン自体も匂いきついですよね。確かに。臭いと臭いが打ち消しちゃうってことですか。そういうこと？戦わせるってこと？そうだ。プラマイゼロ的な。どうなんだろう。でもなんかそういう酸性の宿毛、このスピエラの宿毛矯正って、まあ昔からあるはあるんですけど、最近メジャーになった技術なんですけど、得意な人はみんな結構イソジン、そうシャンプー台で振りかけてる。美容師さんもやるんですか？美容師さんもそう。匂いをマスキングっていうのか、マスキングは上から覆いかぶせるのか、なんか打ち消しちゃうのかわかんないですけど。誰が最初なんですかね。誰が最初？なんでイソジンが良くなったのかなって思います。わかんない。臭いなこの薬剤。イソジンかけようと思わなくないですか？いやそうなんだよね。いやうちも試そうって思いつつも、でも匂いは我慢できるしなと思って。試してそれでなんか変な匂い。いやそうなんか傷んだりしても嫌だし、多分大丈夫なんだよ。でもこんだけみんなやってる人は多いから。でも昔のパーマ液って何日か匂い取れなかったですよね。そうですよね。そう。すっごい昔。そうだからそんなにもう我慢できないほどじゃないんで。お客さんで一人います。僕連絡いただいて、それこの匂いのことを説明するの忘れてたんです。まあ忘れてたっていうか、でそしたら連絡あって、このパーマすごいサラサラだけどめっちゃ臭いって連絡あって、お風呂でお嬢さんと一緒に入ってたから。臭いってなって。そう。そしたらママ臭いって言われたらしくて。なんか臭い。これはどうやったら取れますかみたいな。そう。これそっち側からやろうかな。こっち来てもらっていい？いやなんかさ、俺の背中ばっか映る。で。いいじゃないですか。背中。映しておけば。男は背中で語る。そう。男は背中で語るって言うじゃないですか。あれ？何ですか？もうちょっと鍛えてからでいい。どうでもよ。広背筋を。あれかなり鍛えてるんじゃなかったですよ。ようやくでも1年過ぎたぐらいかな。でも本気でトレーナーさんつけてやるようになって。やっぱ変わりましたよ1年で。だいぶ。私もそうですか。パーソナルトレーナーをつけてやろうと。もう一人じゃできない。誰かに見てもらわないとできない。もう無理。長男がムキムキで。あ、そうなんですか。なんて言うんでしたっけ、大会。ボディビル。ベストボディとかですか。出てる。わかんない。フィジーク大会とかですかね。すごいじゃないですか。じゃあもう徹底した食事管理と。今一人で住んでるから、ちょっとよく何食べてんのみたいな。鶏肉とブロッコリー。今パーソナルをつけて、ちょっとダンスでもしに行こうかなとか。これちょっと体を動かさないと。ですよね。って思って自分の力じゃ無理だ。なかなかねYouTube でこういろんなね出てますけど続かないんですよね。典型的な三日坊主ですよ。3日も続かない。初日。1日で終わりで次の日筋肉痛で動けなくなるから。そう。でもそうですよね。なんか僕もよく続いてる方だなと思ってます。なんか結構継続するのは得意なんですよ。偉いですね。いや全然なんか1ヶ月ぐらいやると意外に効果出るっていうのはなんとなく分かってる。ダイエットでもそうですよね。効果が見えると思えるっていうんですけど、効果が出るまでいかないんですよ。効果がすぐ見えないからやる気がなくなる。明日ぐらいにシュッてしてほしいのに。明日シュッ。今日やって次のシュッみたいな感じだったらなんかやる気が出るじゃないですか。目に見えて効果が分かったみたいな。いや1ヶ月を待つのみたいな同じことをやる。そのなんかないわと思って。大変だなって思って、これは誰かに見てもらわないと思う。お金かけたらやっぱりまあね、そう。もったいないし、払ってるから行かないといけないってなるかなと思って。なかなかね。今増えましたもんね、そのそうですね、パーソナルすごい増えましたね。すごいフリーでやってる人が多いしね。まあ健康が一番ってことですからね。そうね。なんかしみじみじゃないですか。しみじみ、そう。だって脱コーラはまだなんですか？まだ全然まだですね。あれ前回の動画ですかね。脱コーラ。ああ、そうだね。前回の動画か。コーラとミルクティーしか。はい。もう前々回の動画だね。ずっとそれしか飲んでない。骨が溶ける。
でもそういう話って昭和ですよね。まあ確かにね。いや俺なんか編集しててなんかこんなにもコーラが溶けるって俺言ってたらコカ・コーラから怒られるんじゃないこんなに私コカ・コーラ飲んでるのになんか CM 狙ってんのにな。 CM 狙ってんのになんかそんななんか言われたら私のコカ・コーラ愛がなんかちょっとなんか疑われちゃう。俺もマジ編集しててちょっとこれ怒られないですか。なんかもうあいつにコカ・コーラを飲ますなみたいな大量に届いた。コーラだから、あそうコカ・コーラさんペプシは飲まない派らしいんで。ペプシに怒られちゃうじゃないなんでそういうの。どっち狙ってる？コカ・コーラかペプシだったらコカ・コーラの方が好きですけど別にペプシも飲みますからそんなペプシ飲まないみたいな言いお前方して両方の CM 狙ってんのがめついぞ。コカ・コーラが好きなんで、いつかはやめたらなって思うんですけど。昔ドクターペッパーってありました。ドクターペッパー出た。今もあるのかな。僕なんて略します？ドクターペッパー。略したことドクない。ターペッパーじゃない。僕の周りドッペだったんでですよ。もコメント欄でドッペは言いませんみたいに言われてますドクペらしいんですよ。ドクペ。なんか危ない飲みい物。やでもすごいですよ。なんかツイッターに出てこない。100何歳のおばあちゃんが超元気なんですけど1日2本ドクターペッパー飲むらしいです。でなんか私はこれで生きてるみたいな。もう本当おばあちゃん100何歳で私にドクターペッパーをやめろって言った医者はみんな先に死んだっつって。日本のおばあちゃん。外国海外のおばあちゃん。体が違うんですよ。そう医者が先に天国に行ったからちょっと受けたんだ。好きなもの飲んだ方がいいってことです。ストレスをためない。大丈夫。好きなもの作って好きなもの食べて、ビショップ好きなもの飲んで。人のことハムスターみたいだと思って。マジ面白いですよ。ここ狭いじゃないですか。その裏とかに例えばなんかちょっと置いとくんですよ。シャインマスカットをちょっと置いて。そしたら俺がカットして戻るためにちょっとずつなくなって。あれは一度に何粒も食べないから一粒取ってどんどん減ってって夜になる頃に枝だけになる。わかるわかる。俺そんな食わないから僕加糖も取らないんでこうやって風呂入ってみたらあれなくなってなんかハムスター買ったことあるんですけどひまわりの種入れて夕方見たらなくなってた食べたんだっていう気持ちになる。何ですか？人のことをそんな。ちょっと一回映してもらいたいな。しちゃう。はい、こんな感じで一液塗布終わりました。もう本当に酸性はそんなに難しくないんで、根が折れる心配もないし、さっとトリートメントみたいな感覚で塗っちゃってください。こんぐらい毛先外してますね。で、一応この後10分置いて毛先伸ばして流すんですけど、毛先しっかり保護しとくために、エラフェクトコネクタの原液つけちゃいます。で、そんなに反応がしないようにしときましょう。はい、じゃあ10分置きます。はい、エラフェクトコネクタ活性ケラチンの原液をちょっとあんまり細かく考えなくていいです。ちょっとこうやって少しずつついてれば、毛先に向かってちょっとついてればいいんで、これやるやらないで、僕基本的に前処理はしないんですけど、こうやって時間差が生まれる場合はこういう処理剤っていうのをつけてあげてもいいかなと思います。中間処理でもエラフェクトコネクタ希釈水はつけるんですけど、これとアクアとあとノットミストはつけるんですけど、時間空いてる時に電気をつけといてあげてください。はい、じゃあ10分置きましょう。はい、こんな感じで一液の流しが終わりましたね。一液流しの時にしっかりと還元剤を落とすためにまずしっかり流します。流したら、ヘマチン、僕らは、今最近はリトルのヘマヘマを5倍希釈をスポイトでバーっとかけちゃいます。かけてちょっとコーミングしたらその上からシャンプー、ノットのシャンプーで洗って、その後ドロップのチェンジリンスっていうのをやってます。はい、じゃあちょっとこのままカットいきます。なんでかっていうと結構毛先細くなってる部分もあるんで、こういうとこですね。こういうとこ。この状態でアイロンしても絶対綺麗にならないんで、しっかりと毛先厚みある状態でいきます。中間処理ですね。アクアつけます。最近ちょっと試してるんですけど、アクアにケラフェクトコネクタ入れてます。ケラフェクトコネクタの割り剤を、アクアにしてみました。ちょっとまだ検証段階ですけど、今んとこ調子いいです。ケラフェクトつけて、アクアつけてっていう手間がいっぺんにできるかなと思ってるんですけど、ちょっとあんまり価格的に良くなかったらメーカーさん僕に教えてください。よし。なんだかんだやっぱアクアが一番エルカラクトンが入ってたり酢酸ナトリウムが入ってたりとか相当ねいいこと尽くしなんでこれはかなり重宝しますね。はい、じゃあカットいきます。今日はこのモデルさんのこのレングスを生かしつつ短くすると膨らみやすいということなんでそんなに短くしないんだけど毛先の厚み出しつつもこちらですね今レイヤーが全然入ってない状態下がワンレグスの状態なんでちゃんとレイヤーカット下から切るレイヤーいこうかなと思います。さあじゃあいきましょう。まずイヤートゥーで分けます。じゃあコーム変えてラブクロムのコームですね。しっかりとコームとあと N スペックシザーいきます。はい、下向いてください。ちゃんと下向いてもらってこの三つ襟の毛襟足の毛っていうのをちゃんと奥まで
こうえぐるようにコーミングしてあげるとアウトラインが綺麗になります。はい、ブラントでいきます。これぐらい、この毛先細くなってるところを全部落とす。で、ラウンドでしっかりと前上がりになるように。ただ、このレングスで前上がりすごい強すぎると、どうしてもウルフの要素が強くなるんで、程よく前上がりでいきたいかなと思います。こんな感じ。はい、そしたらサイドまでいっちゃいます。真正面向いてください。はい、程よく前上がり。この毛先の細くなってるところが全部厚みが出るようにいきます。こういう感じですね。こうです。こうなるように。ここからレイヤーが入ってきます。じゃあもう一回下向いてください。ありがとうございます。そしたらこれ三つ襟ですね。モデルさんここ結構下の方まで三つ襟があるんで、ここはしっかりと外に出てこないように C シェイプして飛び出たところを落とす。そうすることによって跳ねる毛っていうのがなくなってきます。同じく C シェイプして、はい、でこのセンターもこのレングスだと飛び出てきやすいんで C シェイプ。はい、そうするとイングラが入る状態になるんで、これを規定に行くんですけど、で縦スライス取ってあげたら、下からセイムレイヤーのレングスというか角度でいきます。セイムレイヤーの角度でいって、ハの字スライス、オンベース、もう本当に基本に忠実ですね。ハの字スライス、オンベース。そうすると、こう、馴染みのいい襟足ができます。逆サイド同様ですね。そしたら真正面を見てください。はい。じゃあこんな感じで次トップのところをブロッキングしてあげて、トップは独立したレイヤーが入ってるんで、ここに繋がっていけばいいなと思います。ちょっと長さ的に繋がらないかもしれないんですけど、まあ多分綺麗なカットラインっていうのができるんじゃないかなと思います。センター通ります。まずセイムレイヤーになるように切ります。これでだいぶ毛先の厚みっていうのが出るかなと思ってます。よし。まあそんな難しいことないんですけど、基本に忠実ってやつですね。セイムレイヤーは本当に基本に忠実にいかないと左右が揃わなかったりとか難しくなってしまいます。こういう感じの少し S 字を描くようなカットラインになります。じゃあ上段ですね。上段も下のこのセイムレイヤーのラインからつなげていく感じで、いい感じにさっきはこのトップの部分も丸さが出るくらいのカットラインができそうですね。長さがありました。よし。同じくトップが短くなりすぎないように少し我慢するような感じで丸を作っていきます。ここですね。サイド行きましょう。サイドもアウトラインが切れてて、イヤートゥーまではレイヤーが入ってるんで、同じく下からセイムレイヤーの方を、ただすごい前上がりにしてるわけじゃないんで、もしかしたらサイドの方が少しレイヤーが強くなる可能性はあります。こんな感じで、顔周りも前に引っ張って、顔周りは0度ですね。そしたらこの横スライスで一応チェック。大丈夫ですね。よし。同じくトップの毛。前に引いて、サイド0度。こうすると厚みがありつつ少しここに動きがありつつ丸さのあるスタイルっていうのが出せます。まあ逆サイド同様なんで切り進めていっちゃいます。前髪は最後に切りたいかなと思います。トップチェックしたらドライですね。次宿毛矯正の方のアイロンいきたいかなと思います。見てもらうと分かるんですけど、この毛先しっかりと弾力がある状態で一液処理ができてるんで、もう期待持てますね。そしたらアクアとケラフェクトコネクタがついてるんで、あとは CMC とオイルつけましょう。リトルのリケラエマルジョンを全体につけます。つけたらリンクのオイルをちょっとつけてドライでドライカットは最後に行くんで、このまま乾かしてアイロンいっちゃおうかなと思います。もう処理剤がしっかりとついてて、髪の内部に補給される栄養素っていうのがある状態でアイロンする。何度も言ってるんですけど、矯正は中間処理、後処理が一番大事です。前処理よりも全然重要度が変わってくるんで、このアイロン前にどれだけできるかっていうのが大事になってくると思います。よし。はい、じゃあドライ終わりました。こんな感じですね。はい。まだ全体的には大きいうねりは残ってるんですけど、こんな感じで、これをしっかりとストレートアイロン。200度ですね。200度ストレートアイロンで、ショートなんで、あんまりツインブラシでビーって伸ばすっていうよりは、もうコームでやります。はい、じゃあ行きましょう。岩崎さんの男前の字がね。かっこいいですね。岩崎男前です。バイブさんも書いてくれてるんですよ、最近は。はい。ただ、男前なのは岩崎。ですよね。あれ私そんな男前の字してます？一番男前じゃないなんか、ありがとうございますみたいな。
気持ちが伝わります。そうですかね。わからんですね。使っていただいてます。何か。ありがとうございます。シャンプーとリンスとミストがね、でも売り切れる。すいません。あとオイル。ありがとうございます。ミストもね早く安定してくれるといいんですけど。なんかシャンプーして流してトリートメントして流した時はもうつるんとしてるんですけど、乾かすともパサパサになっちゃう。あ、それはね今日改善されちゃいます。今日改善。結局うねりなんですよね。うねりで要は大きい癖みたいなうねりだったらいいんですけど、細かいうねりがちょっとあるんですね。なんでどうしても髪の内部を補充したとしても表面の小さいうねりが取れないと、なんていうのかな、タオルみたいなイメージですね。シルクだと手触りスーっていく、タオルだとモコ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 って感じ。そうなっちゃうとやっぱりどうしても手触りの良さっていうのはないから、ただダメージホールとかはノットのシャンプーとかですごい埋まってるんですけど、そこで実はこのストレートも大事なんだけど、もっと気軽にできるのは実はごめんなさい、ミストなんです。そう、ミストが細かいうねりを取ってくれるレベリン酸っていうのを配合してるから、それが一番効くんですけど。でもインフォームを2プッシュしてシャンプーすると改善されるって信じて。インフォームは切れ毛とかが減る感じです。どっちかっていうとうねりとかが取れないんですよ。どうしても切れ毛が減って髪の毛が強くなって、例えばオムカラーしたとしてもツヤがすごい出るとか、あとは次回インフォームをしてるとパーマかけたりこれストレートしたりカラーしたりがすごい簡単にできるんですね。いや髪の体力がある状態なんで、髪が強化されると美容師さんが難易度が低くなるんで、よりツヤツヤになる、失敗する可能性も減るっていうのがあれなんで、ただ本当に小さいうねりを取るのはミストっていう感じなんで、ただ今日そのミストがなくてもツルツルになるのがこの酸性の宿毛。やばいことになると思いますよ。周りの人からどうしたのって言われるぐらいにはします。カリスマに手を加えていただきました。いやいや全然ちょっとあったかいんですけど、一回ここ触ってみます。あ、そうそう。これではみんなが言ってる。みんなが言ってるのがそうそう。映像で見る。これにさらにカラーもしてメテオでツヤっていうのをさらに足していくんで、ちょっと期待しててくださいね。話題のメテオですね。はい、話題のメテオですね。そう徐々に徐々になんだろう、取り扱いサロンさんも増えてて。そうですね。地元にもあるといいんだよね。地元どちらですか？練馬なんですけど。練馬ありましたよ。今動画の概要欄にメテオ取扱いサロンっていうのを載せさせてもらってるんですよ。美容師さんが OK っていうか申請があったところ。だから練馬区って僕入力しかも僕全部自分で手入力してるんですけど、そうそう、せっかくね取り扱っていただいたんで、いかんせんスタッフが2人しかいないんで。24時間で足りるんですか？24時間ギリギリ足りてますね。頼んでないじゃんだから。その顔ない。ちょっと待って。頼んで。ポーズ。自分でやってます。岩崎にこれ入力しといてなんて一切言ってません。休みがないんです。はい、そうなんですよ。どうでした昨日ディズニーランド。なんで噛むんですか？なんで噛むんですか？ディズニーちゃんと言ってもらってます。昨日天気良かったしよかった。そう、昨日めちゃめちゃ良かったですね。ですか？ランドです。多分焼けましたね。膝が痛い。すごいとこから声出ましたね。人生初かも。いや、そうなんですよ。これがやっぱり小さいうねりを取る。おそらくめっちゃ子供の頃はこうツルツルだったんですけど、年齢重ねるとどんどんやっぱちょっとずつ出てきちゃうっていうのがあって、それをね強制的にきれいにしてしまうのがここですね。ちょっとカラー準備していきます。はい。カラー準備していきますね。はい。じゃあ薬剤紹介ですね。アルテマリトーノのも超ベタにいきます。普通に赤み消し系のブラウンですね。透明感ブラウンを3対1対 10% でまずリタッチして色ちょっと揃えたいのでホームカラーされてるってことで少し色ムラもあるんで、まずリタッチします。リタッチしてで残液ちょっと多めに作ってます。だいたい 70g ぐらい作ってるんで、手元割った残液にさらにメテオ足していきます。まずこの3対1対 10% にインフォーム2プッシュ、キャラフェクト1プッシュ、テンサイト大さじ1杯、メテオ総量の 10% 入ってるんですけど、その残液に対してコネクタ1プッシュとメテオ 30g 入れて髪質改善ができる色ムラも消すっていうカラーでいきたいかなと思います。ワンカップでできるんでやっぱ仕事は早いですね。お願いします。通勤とかは電車とかじゃない？あんまりあるかな。自転車何分？15分ぐらいなんで。でもこれでめっちゃ増えてますけどね。なんか電動が欲しいって言ったらまだ早いとか言われたんで。痩せたいっつったり電動が欲しいっつったり、どっちだ？痩せたいけど楽はしたい。正直。だけど楽は全然したい。
痩せたいけど食べたいにつながりますよね。なんか基本的に明日世界が終わると思って生きてるんでなんかこうちゃんと食べたいもの食べたいって思って。なんか運動とかされます？運動ね、なるべく駅は階段をひたすら上がって降りて、エスカレーターは使わないみたいな。1日1万歩は目指して。いいですね。いやでもやっぱスリムな人ってみんなそういうことですよ。スリムじゃないけど、なんか私の場合骨を強くする。年齢的に。大事。骨粗鬆症。そう骨粗鬆症。絶対言えない。骨粗鬆症。怪しい。絶対流されます。骨粗鬆症。お、言えた。まあいいや。なんか大体町のお医者さんに行くと絶対ポスター貼ってあるやつ。骨を大事みたいな。骨を大事。そう。あれいつも読んじゃう。読めないなと思って小声でずっといつもそう待合と暇なんですか？いや今だよ病院の待合なんそうですか？大丈夫。じゃあメテを入れていきます。病院の待合とか何してんだ？寝てる。病院の待合ね。携帯いじってるか寝てるかゲームしてるか。電車もそうですよね。ずっとゲームしてます最近。でもなんか長さん隣でゲームすると文句言われるから。移動の新幹線で横でゲームするとなんか文句言われるから最近してない。いや違う別にゲームしようがいいんですよ。なんか俺がただ厳しい人みたいな。全然ゲームしようがいいんですけど、なんか普通に新幹線でとか隣り合わせじゃないですか。なんか音ゲーやるんですよ。音ゲーってなんか音楽に合わせてこうだからもう僕の袖になんかそうしかも冬でダウンとか着てって多分着っぱなでこうやってもうずっともうなんかもうここがもうふざけんなお前なるほど。だから最近は映画を見たり、歴史は映画見てますね。帰りの電車はいつも車って寝てるんで。スマホでですか？なんかタブレットで映画見てますねずっと。いやこの間マジで本当に山形に出張行ったんですけど、岩崎が痛恨のミスでイヤホン忘れたんです。イヤホン入れると思ったらイヤホンがなくて、と思ってイヤホン忘れて、僕新幹線でいつも仕事をしてるんですけどね、YouTube の編集したり業者さんとやり取りしてるんですよ。イヤホンないからもうすっごいもうなんかめんどくさいです。暇つぶしに使ってくれる。なるほど。いやだからこっちは仕事してんのに暇つぶしもうなんかこんな感じでいつもはないのにすごい気になってきていつもなんか静かにやってんのに、こんなもう超鬱陶しくてこうやってボタン押してみたいな。そうマジ鬱陶しいともうお願いだから次回は二度とイヤホン忘れないでください。言われました。イヤホンないとそんなになんか暇ですごい長いんですよ。しかも3時間半ぐらい。いや山形遠いんですよ。遠いですよね。思ったより遠かった。新幹線でも3時間か2時間3時間か3時間。途中こんな狭くないですか山形新幹線。そうなんか途中からなんか普通に総武線みたいなスピードになりましたよ。普通の線路走るんですよね。そう。なんかもう暇で寝ておきたいけどなんか眠くもないし、どうしようかなって思ったら横に暇つぶし相手が。おい仕事してるのになんか勝手になんかマウスとか動かし始めたりとか。暇だな。なんなの？いやマジ本当次は高知本当に忘れないで。そうね。なんかいいところには暇つぶしの相手がいると。漫画でも読めばいいのに音いらないじゃん。いらない。ダメなんですよ。なんか漫画も読んでいろいろやった上で暇になったんで、なんか暇だなって思う。イヤホンねえなって。なんかひどいですよ。人がいるっていう山形新幹線しかもなんか空いてたよね。言ってましたね。帰りはいつも爆睡なんで。あれお肉食べてきました？意外に食わなかったね。食べてないですかねあれ。米食べました。米。つや姫と雪若丸。雪若丸食えなかったね。でも買って帰ってきたお土産。だからその行く日にここサロン終わってから行ったんですけど、お客さん遅い時間です。でもちょっと早めに切り上げて5時閉店にしてそのまま行ったんですけど、なんか普通に最後のお客さんがお米マニアらしくて、山形行ったら米だよっつって。そうね。米買ってやっぱあれがうまかったです。龍上海ってご存知です？何ですかそれ？日本一のラーメン。ラーメン博物館でもずっとなんか奮起し続けてる。なんかすごい名前からしてね。なんか辛味噌ラーメン山形。知ってる。お土産でもらった。あれめちゃめちゃうまくない？美味しい。お土産のあれでも美味しかった。カップ麺じゃなくて生麺。箱に何色か入ってるのを山形のお土産でもらった。めちゃめちゃうまいですよ本当。もうでもなんか辛い。しかも辛味噌溶かしながら食べる。あれが美味しかったです。なの一切溶かさない。ちょっとこうやって麺をすくい上げるとき動いて溶けたので辛いっつって。辛いのダメなんだ。
けたーと思ってなんか名前忘れてたけど、いただいたお店で食べたらもっと美味しいんだろうな。めっちゃうまかったです、ね、でもなんか山形医大前みたいのところの店舗で食べたんですよ。なんか結構いろいろ揉めたらしくて、山形駅前はのれんを外されたあれでなんかそういうやつがあるらしくて、うん、で山形医大駅前店で食べたんですけど、でもめちゃめちゃうまくて、でそのうまくてタクシー呼んで、山形駅帰る日だったんで、で乗って、そしたらタクシーの運転手が美味しかったでしょみたいな言われて、どうだったって言われて、あめっちゃうまかったですって言ったら、でも本店の方がいいよねって超水刺されたんだよね。こっちめっちゃうまいな。なんか山形の人ラーメン語りがちですね。あ、そうなんですか。ラーメン消費量日本一。新潟に抜かれたっつったよ。新潟が今1位って言ってましたね。でもその人いきなりタクシーでダッシュボードに変な英語のノートが入ってて、これっつっていきなりタクシーのうちはノートを出されて、そして山形県内のラーメン店のレビューが手書きで全部ブワーって書いてある。すごい達筆でした。なんかね、うまいところを聞くんならタクシーの運転そう聞かれた時に多分出してるんだろうなみたいな。すごいね。よかったです。まあちょっと水刺されましたけど、こんなにうまいと思ったね。本店の方がいいよとか。わかんないですけど。ありますよね。私も北海道行った時にジンギスカン、なんかいわゆるもう有名なだからそこ行ってで帰りもう寒いからタクシーでって言ったらここよりうまいとこいっぱいあるよとか安くてとかって言ってタクシーのうんちゃって言いがちですよ。いいね。満足してんだからまずうまかったでしょ。もっとうまいとこもあるようでいいですね。なんかマウント取ってくる。俺知ってるよみたいな。あのマウントどうにかしてほしい。ちょっとこれで時間置きますね。はい、お疲れ様でした。失礼します。はい、15分経過なんで、アクアですね。アクアつけて、しっかりと乳化兼、しっかりと酢酸ナトリウムと CMC を足していくイメージですね。で、このまま少しコーミングしたら、そのまま流します。で、流しの前に、しっかりカラー剤を乳化したら、ヘマチンですね。ヘマチン、リトルのヘマを全体につけてチェンジリンス。あと、pH 調整剤として、最近マデナのジャックエッジ使ってます。はい、この2つです。リトルヘマとジャックエッジを流した後につけてチェンジリンスでチェンジリンスしたらそのまま最後流さずに上からシャンプーノットのシャンプーですねインフォーム混ぜをしますでしっかりと流し終わったら、システムトリートメントコアミアルミのコアミをするんですけどアルミのコアミの最後、4番の前にそのままリトルのキトですねキト酸をしっかり入れて皮膜を作ってあげるとさらに手触りのいい髪ができます軽くコーミングしたら流しましょう後処理すごい大事になってくるんでごめんなさいノットのシャンプーの前にアフターカラーフォーム0もつけますねで後処理相当大事になってきますさえさえ髪の毛センシティブな状態薬剤とかついてるセンシティブな状態なんでちゃんと後処理してあげると手触りがすごい綺麗になりますさらにそれでメテオの効果っていうのはさらに2倍3倍にもなるんでしっかりと後処理をしてあげてくださいよいしょはい流しますはいお疲れ様でしたはいじゃあまずノットのミストですねはいノットのミストリピジュアとレブリン酸とあとヒアルロン酸で、髪質改善でリンクのオイルですねよしつけてブローしちゃいますよいしょじゃあさあお疲れ様でした見た目で違いますよね触ります来ましたね来ました、はい、じゃあこのままドライカットいきますねはいじゃあちょっと後ろお願いしますこんな感じセームレイヤーなんでこういうレイヤースタイルですねで風が吹いてもこうやってスッと手ぐしを通すだけで全部戻ってくれるこれにさらにメテオで最後に脱水ですねメテオの脱水集合によるトリートメントの定着っていうのをやることによってさらにサラサラになると思います毛先の先のちょっと傷んでるところここら辺はドライカットで落としたいかなと思いますいきましょうじゃあドライカットですねもうそんなに難しいことはないですよいしょあんまりついてもしょうがないと思うんです基本的にはこのチョップカットですねブラントカットを落とすような感じこうやって同じハの字スライスにしてしっかりとこのラインをぼかしていくこうしてぼかすこれぐらいの毛先のダメージの残りだったらこのドライカットで落ちちゃうかなと思うんでこうしてで中段が多分今日一番切ったんですねここら辺線ここら辺が一番切ったんでここら辺は最後ドライカットシザーで落としてもいいかなと思ってますまずはチョップカットを終わらしちゃった方が順番的に早いんでそんなに難しいことはないですねこうチョップで落とすとするとよりこういい感じになってきますでちょっと、3対1を使ったんだけど暗いんですよカラーが暗く見えるのは、酸性のストレートをやった際のカラーっていうのはオキシが大体ストレートの酸化に使われて
てしまうので、1トーンから2トーン下がります。それは最初にお客様にご説明してあげるといいですね。ちゃんと色が一色に揃ったかなと思ってます。で、メテオの効果で手触りももうめちゃめちゃいいですし、あとはもうストレートのおかげですごいまとまりのいい髪質っていうのができてますね。はい、こんな感じで、とりあえずブラントを落としていく。で、軽くしたければ少し深めに入れるし、重さ残したければ浅めに入れるっていう、この辺の調整はお客さんに合わせてですね、こういう感じ。カットの時の引き出しと同じ引き出しでいきます。で、どんどん整ってきたんで、ドライカットシザー STR ですね。マットさんの STR を使って、この中段、もうちょいしっかりとしたメリハリが欲しいんで、この中段部を少しスライドカット。今日は引きのスライドでまず大まかに量という。押しのスライドでもいいんですけど、押しのスライドよりも引きの方が早く量が取れるというか、しっかりと空間を作ることができるんで、こうやって。で、こっち、片刃なんで、刃が片方しかついてないんで、引っかかることなく綺麗に優しく毛束感っていうのが出せるかなと思います。ライトになってきます。で、この上、今度はライトにしたところの上は少し空気感欲しいね。今度押しですね。押しのスライドカット。で、見るうちに後頭部がメリハリのあるスタイルっていうのになってきます。よし。OK。いいんじゃないですかね。そしたら前だ。手はどっちが多いですか？こっち分けにしてる方が多いですよね。OK です。じゃあこっち分けですね。はい。斜めに流す方向と逆に引き出して、セニングですね。これも N スペックセニング。よいしょ。セニングで連打して切る感じですね。で、また斜めに。そしたら、ドライカットシザーで顔周りの毛をなじませます。よいしょ。OK。そしたら、カットがある程度終わったんで、アイロンですね。メテオの効果を最大限発揮するプラス、酸性矯正の定着を良くするっていう面で、アイロンで内巻きスタイルを作っていった方がいいですね。しっかりとゆっくり。この水蒸気が出るのが一応結合ができているという証拠になります。スッと。で、せっかくなんで少し丸さを作っていきましょう。丸みを作ってスタイルを完成させる。このツヤ感バッチリだと思います。じゃあこのままパッパッパッといきますね。よし。変わりましたね。はい。ツヤツヤ。はい。最後ちょっとなんかやっぱり、工程がすごいたくさんあるじゃないですか。普通のサロンだったらカラーしてカットして、でシャンプーしてトリートメントして終わりだけど、すごい今日初めていろんな工程、薬剤もいろんなものをつけて髪の毛を本当若返らせるみたいな。でも思ってる時間かかってないですよ。今多分2時間半。そうですね。そう。まだ12時前。そう。9時スタートだったんで。そう、3時間。大体この施術で3時間って感じで撮影しながらで。普段サロンワークだと2時間半ぐらいから。説明します。マジでこんなに在庫安定しないオイルあるっていうぐらい。だって発売し始めたの3月とかですよ。半年なんですか？もう半年以上経ってるのに全然。いい。カットもめっちゃ綺麗になりました。よし、ちょっと一回。そう。後ろがどうなってるかわかんないですけど、こうなってます。来ましたね。すごいですね。レイヤーかっこよくないですか？はい。この上が丸さがあるんだけど、下がこう動きがある。だからちょっとプチウルフなんですよ。ただなんかザ・ウルフカットではなくて、レイヤーのなんか毛の重なりっていうのがすごい綺麗に出てる。こういう感じ。いいかなと思います。指通してみてください。うわ、すごい。何ですかこれ？これがチリチリは消えましたね。なくなって毛先の厚みも出たって感じ。バッチリです。ありがとう。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。バッチリだと思います。結構ここ最近何回かやってますね。酸性矯正と離島のカラーとメテオを使った、超髪質改善メニューですね。宿毛矯正カラーカットトリートメント。で、まずカットはレイヤーをしっかり入れるのと、あとは少しね、ホームカラーとかでダメージリスクのある髪質っていうのを酸性の宿毛矯正とメテオを使って、あと離島のカラーですね。を使って、ツヤツヤな髪っていうのを作りました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上です。
こんな感じで終わります。最後のはいこの並びがでね。いや本当に髪のこの毛束感っていうのがすごい綺麗に出るんで、ふわっと動きが出ると思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。例の最後の最後のこれ。ありがとうございます。シャープツイートメントミストありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、すいません。お疲れ様でした。さあ、エクステ初登場。いただいた。さあ、心電図さん、今日は。死んでますよね。死んでますよね、これ。なんで命が尽きている。生きてんじゃん。ピコーンってなってんの。その後もう死んでますよ。ほら、まっすぐ。はい、そんな感じで。今日は Uber Eats ビーフカレーです。あ、そうなんですか。ちゃんとゼロからですか。辛さ選べなかっあ、た。食べましょう。いただきます。はい、じゃあそんな感じで。バイバイ。ゴミ。